ドズが一番最初に俺のその木彫を買ってくれたんですよね。そう、だからそれがきっかけで、俺もなんか、あ、これやっててよかった、合ってたっていうか、なんだろう、その、やっぱり日本人だし、そのアメリカの b ボーイの文化に影響を受けて、はい。日本でこうやってるけど、まあだから日本のその b ボーイとかにもまあ結構いいって言ってもらえてて、まあアキラさんとかクレイジェイとか、まあ、チノさんとかカズさんとか結構まあ見に来てくれたりとかもしてたんで、でもやっぱ向こうの本場の方のその人にはどう思ってるか分かんなかったから、で当時そのドズが Facebook をやってたんですよね。で、Facebook やってると思ってこう友達申請したら承認してくれて、でまあそのまま別にでも何もなくこう普通に作品をこう上げたりしてたんですけど、そしたらある時ドズが俺の作品をこう写真を上げてくれて「I love this guy b-boy abstract」って書いてあって、うわやばってなって、ドズが俺の作品見てくれてるってなって、そうそれでなんかなんだろうな、すごいこう認めてもらえてんだっていう風になったんですよね。そうそれでまあより自信もついたし、でその後2013かなになんかもうレッドブルの BC1 っていうのがあって、 b ボーイのバトルが、それの10周年10周年じゃないかな、何周年か忘れたけど、それの大会が韓国であったんですよ。でそれにまあ韓国であるからちょっと展示してほしいっていうのがその、まあ、インスタのダイレクトメールで今度はロースターっていうやつから来て、でロースターアメリカンコリアンなのかな、でニューヨークに住んでて当時で、ロースターが俺とドズとロースターが3人、まあ、b ボーイもともと b ボーイ、まあ、ロースターもちょっと b ボーイちょっとやってて、そのダンスの作品の展示したいと、韓国のその BC1 の時にって言われて、うわやばいってなって、それで韓国行ったんですよ。で初めて俺ドズと会うんですけど、そしたらドズがもうすごいすごいなんだろう、いいって言ってくれて、でその時出してたその彫刻をもうこれ買うってそこで言ってくれたんですよね。でそれがみたいな、なんか彫刻をなんか売れるなんて思ってないで持ってってんで、当時こんぐらいの木彫作品なんですけど、で買うって言ってマジでってなって、まあその場でもう現金下ろしてきてくれて、ちゃんとお金払ってくれて、それでまあ売ったんですよ。そしたらまあその時にもうすでに俺2014年にニューヨークの個展が決まってたんですよね。そしたらその話をしたんですよ、ドズに。今度ニューヨークで俺個展やんだっつって。そしたらドズが「マジで?」みたいな「俺もやんだけど」ってなってってなって、そしたら同じ時期だったんですよ。で同じ時期で同じギャラリーで、そのギャラリーのやつがドズと俺を同じ時期にこう個展を合わせてくれたんですよね。でそのギャラリーが3個空間があって、俺はそのもともとあるところでも、ドズは路面店で新しくできたところで、あともう一組のカイ&サニーっていうそのイギリスのアーティストがその俺の隣みたいな、その3組が同時にそれぞれ個展っていうのが2014年の冬にあって、でその時にだからまあいろんな、まあだから人が来てくれて、もちろんドズも喜んでくれて、でその時からドズがめっちゃこう俺のことを自慢してくれてたんですよね、いろんな多分アーティストとかに。でそれでオスジェメオスってわかりますかね。オスジェメオスっていう、はい、ライターがいいんですけど、ブラジルの。だからその、まあ、双子で、オスジェメオスもまあ b ボーイなんですよ。めちゃめちゃダンス好きで、ドズをめっちゃ尊敬してるんですね。でオスジェメオスも俺の作品欲しいって、だからニューヨーク行く前にこう連絡があって、でまあ、2人いるから1人1個ずつ欲しいって言われて、で分かったっつって持ってって、ギャラリーでこうだからでも現金じゃないと嫌だって言って、そしたら現金下ろしてきて、そのギャラリーでチキチ
直々にこう売ったんですけど、でこんなとこでお金出して大丈夫かとか言ってたけどそうだからドズとオス・ジェメオスが一番最初に俺の作品をこう買ってくれたんですよね。全然そんな有名でもない時に。だから急にニューヨークの多分アーティストからすごいこう見てもらえたり、あとブラジルのアーティストからこう見られたりして、そうでその時にあとついでにスイーズビーツってラッパーのスイーズビーツも買ってくれたんですね。でスイーズはでっかい彫刻等身大を2体買ってくれて、でそれもニューヨークの個展の前にドズから連絡があって、そうドズがちょっと俺の作品欲しいって言ってるやつがいて、すごいいいやつだから紹介したいって言われて、で CC でそのスイーズビーツが入ってて、でこうすごいファンだよって言ってくれて、作品欲しいって言ってくれて、でうちの奥さんもすごいぶっ飛んでるよみたいな感じで連絡が来て、奥さんって誰だよとか思って、最初俺スイーズビーツあんまちょっと理解してなくてあんまり聞いてなかったから、その当時。そうそれ調べたらアリシア・キーズだったから、やばってなってそうそれで、でもちょうどニューヨークで個展あるから、ニューヨークの時そのギャラリーでちょっと一応通して買ってくれっつって、で2体買ってくれて、そうなんかスイーズもなんかいろんな人にこう自慢してくれて、そうで今度はスイーズビーツがなんかこうまたちょっと紹介したい俺の作品好きって言ってるやつがいると。で CC でクリス・ブラウンが CC でついてきて